こんにちは、なのはです。今回は北欧旅行の3日目と4日目、フィンランドの首都ヘルシンキに滞在していた時の様子をお届けします。ぜひ最後まで見ていってください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。今回の旅行はフィンランド、スウェーデン、デンマークを7日間で巡るプランにしました。旅行3日目と4日目はフィンランドの首都ヘルシンキに滞在していました。この動画ではヘルシンキ大聖堂やヘルシンキ中央図書館などヘルシンキを観光する様子をお届けします。はあ、大きいね。まず最初にやってきたのはヘルシンキ大聖堂です。1830年から1852年にかけてドイツ人の建築家カール・ルドヴィヒ・エンゲルの設計でネオクラシック様式に改築された建物です。シンプルな装飾やシンメトリックなデザインが特徴的です。でかっ大きいね。この柱がめっちゃ大きい。ヘルシンキ大聖堂は建物の外側をぐるっと回ることができます。私たちは時計回りに回ってみました。大聖堂の南側には大きな広場があります。フィンランドで最も大きな広場だそうです。階段を降りて広場から大聖堂を見てみるとこんな感じです。見ての通り真っ白くて大きな大聖堂、丘の上に立っているということもあり、存在感がすごくあります。あ、消えた。入れるよ。多分、5ユーロかかんのかな。ヘルシンキ大聖堂に限ったことではありませんが、教会や大聖堂には礼拝の時間があって、その時間は観光客は入ることができません。この日は2時半くらいに大聖堂の入り口まで来てみましたが、その時は礼拝中ということで入ることができませんでした。少し待ってから来てみたら入ることができたのでよかったです。続いてフィンランド国立図書館に行ってみます。ヘルシンキ大聖堂の西側、道路を挟んですぐのところにあります。建物に入ると荷物をロッカーに入れるようにと言われ、こちらの部屋を案内されました。荷物を預けて中に入っていくと、息を飲むほどの美しさに圧倒されました。フィンランド国立図書館はヘルシンキ大聖堂と同様にカール・ルドヴィヒ・エンゲルの設計だそうです。ヘルシンキ大聖堂とはまた違った雰囲気となっていて、重厚感と華やかさの調和が本当に素敵でした。こんなにも素敵な場所で勉強ができるなんて、ヘルシンキの人が羨ましいなと思う限りです。ヘルシンキにはもう一つ有名な図書館があるので、後ほどご紹介します。フィンランド国立図書館から10分ほど歩いて、スオメリンナ島への船乗り場にやってきました。スオメリンナ、なんちゃらかんちゃら。船に乗って世界遺産のスオメリンナ要塞群を見に行きます。あれ、大聖堂が見えるよ、さっき言ってた。ヘルシンキ大聖堂。15分くらいでスオメリンナ島に到着しました。スオメリンナ島には博物館やショップ、レストランなどがいくつかあります。私たちが行った時はもう夕方ということもあり、施設に入ったりはせず島をお散歩してみました。どこに行ったらいいかわからない時は、要塞の主な見どころが回れるブルールートというものがあるので、それに沿って進むといいかなと思います。私たちもブルールートを歩きました。
では、スオメリンナ島についてお話ししていきます。スオメリンナ島はスオメリンナ要塞群として世界遺産に登録されています。時代とともにスウェーデン、ロシア、フィンランドという3つの国を防衛する役割を担ってきました。要塞群の建設が始まったのは1748年のことです。当時はスウェーデン王国の統治下にあり、ロシアからの侵攻を防ぐために建てられました。しかし1808年からのフィンランド戦争でロシア軍に占領され、100年以上にわたりロシアの要塞として機能していました。その後、1917年のロシア革命により、フィンランドはロシアから独立を果たしました。スオメリンナと呼ばれるようになったのは、要塞がフィンランドの領土になってからのことです。フィンランドの要塞という意味だそうです。旅行4日目になりまして、お昼過ぎくらいまでヘルシンキを観光します。夕方には次の目的地、ストックホルムへ向かいます。すごいぎっしり。なんだっけ、これが。ほうれん草が。おいしい。おいしい。程よい甘さでめっちゃおいしい。ともね。あったかい。めっちゃほうれん草。なんかほうれん草本当にどのくらい使ってるんだろうっていうくらい。結構なんか食感とかもあるね、ほうれん草。こちらにムーミンショップ見つけました。かわいいじゃないですか。これ爪切りじゃない？もしかして。これコースター。めっちゃかわいい。コースターがいっぱいあるよ。これね、5ユーロだって。これなんだろう、リップバームって書いてある。ほんとこういうのもめっちゃかわいい。ね、小銭入れとか。めっちゃかわいい。トートバッグもいいな。この人名前なんだっけ？忘れちゃった。スニフ？こちらのムーミンショップはフォーラムというショッピングモールの中にあったのですが、2024年9月現在、Google マップで見てみると閉店となっていました。今はもう別の店舗になってしまっているかもしれません。フォーラムの北側、道路を挟んですぐのところにもう一軒、ムーミンショップがありました。調べてみると他のところにもムーミンショップが何軒かあると思います。すごい。何これ？こちらはカンピ礼拝堂です。外観から見てわかるようにシンプルで無駄がなく洗練された教会という印象です。中はすごく静かで無音の世界でした。普段の生活で無音の時間ってほとんどないので、心が清められた感じがしてすごく良かったです。続いてやってきたのはテンペリアウキオ教会です。岩の中に隠れている教会でロックチャーチとも呼ばれているようです。登らないでって書いてあるね。入りましょう。ここカメラダメとは書いてないかな。ちょっと聞いてみようかな。Can I take a video of this church? Okay, thank you. 先ほどのカンピ礼拝堂もそうでしたが、こちらの教会も自然光を取り込むような作りになっています。岩肌がむき出しになっていることもあり、自然のエネルギーを感じることができます。パイプオルガンがある。本当に？ヘルシンキ中央図書館へ向かいます。歩いても20分くらいですが、せっかくなのでトラムに乗ってみました。ヘルシンキ中央図書館にやってきました。2018年にオープンしたヘルシンキ中央図書館は開放感を重視した設計となっています。建物には橋梁構造が採用されていて、主に2階部分で全体を支えています。
1階と3階には柱が少なく、広々とした空間が広がっています。ヘルシンキ中央図書館は3階建ての建物になっていて、1階にはロビーやイベント用のスペース、カフェなどがあります。2階へ行くと楽器演奏や写真撮影ができるスタジオ、3D スキャナー、レーザーカッター、ミシンなどが使える作業スペース、ワークショップのスペースなどがあります。公共サービスとしていろいろな装置が使えるのはすごく羨ましいなと思います。ヘルシンキ中央図書館は市民の憩いの場という役割もあって、大騒ぎをしない限りはおしゃべりをしても問題がないような雰囲気でした。むしろお互いに話をしてコミュニティを広げたり、アイデアを共有したりすることが推奨されているように感じました。そして3階に行くと本がたくさん並んでいました。本だけではなくゲームソフトやボードゲームなどもありました。カフェがあったりくつろげるスペースもあって、こんな図書館が近くにあったらいいのになって思います。私自身は数年前からヘルシンキ中央図書館を知っていて、いつかは行ってみたいなと思っていました。今回来ることができて嬉しかったです。最後に電車に乗ってマリメッコのアウトレットに行きます。ヘルシンキ中央駅から30分くらいです。ここレストラン。マリメッコや。今回は時間があったので足を伸ばしてアウトレットまで来てみましたが、石器品を扱っているお店ならヘルシンキ中心部で何店舗か見かけました。アウトレットとはいえやっぱり値段が高くて何を買うかはすごく悩みました。それでも何かしらは買いたいなと思ってきたので、悩んだ末お花柄の小皿を買いました。水をはじくようなラミネート素材かな。1メートル36ユーロ36ユーロ。この動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画では旅行5日目ストックホルム観光の様子をお届けします。感想などをコメントしてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。なのはでした。